はい、皆さん、こんにちは。ぐっち夫婦の達也です。今日はこの大根の草編です。で、今回ね、大根で9品レシピ作ってるんですが、おかず編、副菜編、そしておつまみ編で3品ずつ作ってます。で、今回は副菜編ということで、副菜を3品作っていきたいと思います。簡単にできる副菜なんですが、とっても食卓を助けてくれるんじゃないかなと思うので、ぜひ作ってみてください。では、行ってきます。1品目は風呂吹き大根のカツオあんです。まずは大根を切っていきます。幅はだいたい3センチぐらい、長さを揃えて切っていきます。大根の皮を剥いて、大根に隠し包丁をしていきます。青ネギはだいたい 2,3 本ぐらい小口切りにしていきます。まとめて切ってあげると機械で簡単に小口切りにすることができます。鍋に大根が浸かるぐらいの水を入れて、そこに顆粒の昆布だしを小さじ1/2分の1加えていきます。鍋に火をつけ、弱火でだいたい30分ほど煮込んでいきます。竹串がスーッと刺されば、茹で具合は OK です。フライパンに水を 100ml、醤油小さじ2、みりん小さじ2を加え、さらに鰹節1パック加えていきます。丁寧に混ぜながらフライパンを加熱していきます。この後、あんにするので水分の飛ばしすぎには注意です。一旦火を止めて、水溶き片栗粉小さじ1を加えて、全体をよくなじませていきます。水溶き片栗粉は小さじ1に対して水を小さじ1加えています。そして、さらに火をつけて、とろみをしっかりとつけていきます。全体をよくなじませていったら、カツオあんは完成です。器に大根を盛り付けていきます。その上に先ほど作ったカツオあんをたっぷりかけてください。最後に青ネギをパラパラパラと振りかけて完成です。続いて2品目、大根のシャキシャキサラダです。大根の皮をピーラーで剥いていきます。大根は半分に切り、そして縦に切っていきます。大根は千切りにするんですが、このように1回縦にスライスして重ねて切っていくと簡単に千切りすることができます。ボウルに鰹節を1袋、ポン酢を大さじ2、ごま油大さじ1を加えて全体が馴染むまでよく和えていきます。ボウルに千切りにした大根を加え、先ほど作った鰹節のドレッシングを和えていきます。全体がよく馴染んだら器に盛り付けて完成です。で、3品目、大葉と大根のツナポン和え。
大根はピーラーで皮を剥きます。そして、5ミリ幅の輪切りにして、それを重ね、十字に切り、一丁切りにしていきます。ボウルに大根を入れて、そこに塩を振りかけていきます。塩を振りかけることによって、大根から水分が出てきます。よく揉み込んでください。少し置くと大根から水気が出てくるので、ペーパーなどでしっかり拭き取ってください。ツナ缶を油ごと入れて、マヨネーズが大さじ1と2分の1。そして、ポン酢大さじ2を加えていきます。全体がよく馴染むようにしっかりと和えていきます。あとは器に盛り付けて、最後に大葉を手でちぎってトッピングしたら完成です。はい、完成しました。大根の副菜編3品。できました。いや、バッチリ。じゃあ、早速1つ目からいただきたいと思います。じゃあ、こちらからいきましょう。よいしょ。わあ、かつおのあんが最高。美味しい。すごい日本人でよかったなっていう味で。いや、うまい。大根もね、しっかり、昆布だしでしっかり煮てるので、大根にもしっかりこう、丁寧なだしの香りがすごい感じるようになっていて、で、あと何よりこのカツオは、これめちゃめちゃ美味しいです。美味しい。はい、続いて、2品目。またね、鰹節を使ってます。鰹節好きなんですよ。鰹が香る、シャキシャキの大根サラダです。いや、もうこれね、美味しいでしょ。間違いないですよ。で、ちょっとね、居酒屋さんで出てくるよりは少しだけ、こう、厚めに切ってます。食感楽しみたいのでね。美味しい。いやー、これは美味しいです。もうね、大根音が聞こえてるかもしれないですけど、シャキシャキっていう音はね、すごいしっかりしていて、あとね、鰹節がしっかりこう、香る味です。なので、本当に、さっと和えただけだったレシピだったんですけど、すごいやっぱ美味しいですね。で、結構これ作り置きにいいかも。なので、2日3日ぐらいかな、持つかと思うので、ちょっと多めに作って、タッパーとか、ホーローとかに入れて、2、3日ぐらい作り置きにしてもいいんじゃないかなっていう一品でした。これはね、ずっと食べれる。美味しい。そして最後、3品目。大葉とね、ツナの大根の和え物です。いやー、もうね、これ美味しいですよ。で大葉はね、お好みでたくさん入れてもいいかなと思います。めちゃめちゃ美味しいです。これね、きっとお子さんも好きなんじゃないかなと思います。でこれね、これもさっきの、大根のサラダと同様で作り置きにも向いてるかなと思います。なので2日ぐらいかな、冷蔵庫に保存して、お弁当とかにちょっと詰めたりにしてもいいのかなと思います。でもちょっと汁気が気になるので、詰めるときはしっかり汁気を切って入れてあげるといいかなと思います。はい、ということで今日は大根の副菜3品やってきました。で、この企画ね、大根のおかず編、副菜編、おつまみ編と3品ずつ計9品で構成されてます。そのうちの副菜の3品でした。ぜひ、この大根の
動画のおつまみ編、おかず編もぜひぜひ見ていただければと思います。ということで、この動画を見て美味しそうだな、作ってみたいなと思ったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。そして、コメント欄のところでね、作ってほしいレシピ募集しております。なので、ぜひぜひ教えていただければと思います。ということで、大根の副菜編でした。ご覧いただきましてありがとうございます。では、またね。バイバイ。